皆さんようお参りくださいました。ありがとうございます。今日はですね、私が四国遍路に行ったことがありまして、歩き遍路ですね、44日かけて四国を一周ぐるっと回ったんですけれども、いろんな出会いがありました。でその中でも本当に忘れられない出会いがあるんですね。運命じゃないかなと思うような、出会いがありました。でそれは高知県を回ってるとこだったんですけども、野宿をねずっとしてまして、でその日は雨だったんですね。で皆さんご存知ないと思うんですけども、実は一番札所に野宿遍路ガイドマップっていうものがありまして、歩き遍路されている方のために、どこにね善根宿があるよとか、どこに津宿、どこのお寺が津宿を借りれるよとか、そういう情報が書いてあるんですね。でそれを頼りに、じゃあ今日はここで泊まらせていただこう。で歩いていったんです。でその日ね土砂降りやったんですよ。でね、もうこの雨っていうのは一番しんどいんですが、それももう、4時ぐらいだったですかね、最後のお寺に着いて、そこのお寺の津宿をお借りしようと思って、必死で歩いていってですね、で着いたんです。で農協所に行きまして、すいません今日津宿をお借りしたいんですけれどもって言ったらですね、もうやってないんですって言われたんですよ。でどこで泊まろうって思いましてね、でパッて横見たらですね、同じようにもうどん底にいるような顔してる、もう見て3秒でわかる野宿遍路だということがわかる、もう決して綺麗とは言えない、いや汚い遍路さんがいまして、で声をかけたんです。でやっぱ断られましたって言ったら、そうなんだよ、困ったな。で私がね、どうされますって言ったら、いや実は下に無人駅があったんだと、その駅で今日は泊まろうと思うって言ったんですね。で申し訳ないんです、私ご一緒していいですかって聞いたんですね。そしたらいいよいいよって言って、私食べ物持ってないんですよって言ったら、俺の分けてあげるからって言ってくださったんですよ。失礼ですけど見た目は決して良くないんです。というかもう怖いんです、見た目は。皆さん分かんないかもしれない、ドレッドっていうんですかね、このよくレゲエのミュージシャンなんかがするこの髪型でして、怖い顔してましてね。で僕も必死でもう話しかけるしかなかったんですね。でもすごい中身は本当に優しくて、いいよ君も来たらいいからって言われて、じゃあ私これからお参りまだなんでお参りします。でその方はねもうお参り終えてたので、じゃあ俺先降りて待ってるからで別れたんですね。で本堂と大師堂と拝みまして、ちょっと休憩してましたらね、先ほどの農協所の方が来られて、お遍路さん、お坊さん、私ね衣で回っていたんですよ。だから、どっからどう見てもお坊さんっていうのが分かるわけですよね。でお坊さんってさっきお断りしたけどもうお辛そうなんで今日だけ津宿を開けますから泊まっていきますかって言われたんですよ。ものすごい悩みまして、いやでも約束したしなって思ってですね、で丁寧にお断りして、いや実は先ほどの人と一緒に泊まろうって言ってるのでって言ってお断りして、またずぶ濡れの中ですね降りていきまして、でそしたらその駅にね寝袋をですね干してる彼がいたんですよ。もうボタボタ落ちてるんですよ。レインコートの中にこう入れてるんですけども、全然浸水しちゃってて、でそのりょうくんっていうんですけどね、でりょうくんが笑いながらこう干してまして、いや陽人くん、悪いことがある時には次必ずいいことがあるからワクワクするねって言いながら干してたんですよ。こんなポジティブな人世の中にいるんだと思ってですね、僕だったらどん底ですよね。どうやって寝ようかなって、寝袋ないのに。でりょうくんは干してるわけですよね。でじゃあちょっとご飯の用意でもしようか。で私も鍋とバーナー持ってましてね、でりょうくんも持ってて、じゃあ2つで1つお米炊いて1つなんかお味噌汁かなんか作ろうかとか言ってですね、でじゃあ僕ちょっとトイレ行ってきますって言ってトイレ行って、で帰ってきたらですね、ちょっとすいません本当に汚い話になっちゃうんですけども、なんか白い黄ばんだ布をですねりょうくんが持ってたんですよ。でと思ったら笑顔で、いや3日間履き続けたふんどしだよ
ふんどしの人いまだにいるんだと思ったんですね。私修行の時、滝行の時はふんどしになりますけども、普段ふんどしで歩いてる人いるんだというのにびっくりしたんですけど、それにも増してびっくりしたのがそのまま調理に入ったんですよね。でも必死に今まで彼がふんどしを握っていたということを脳内メモリーから強制削除を行いまして、いや嘘だそんなはずはないということで必死にそういうことだったんですが、でトマトを刻んだりしてですね、私に、できたわけですね、ご飯が。いろんなものが入ってるお味噌汁ができまして、それをありがたくいただいてですね、いろんな2人でいろんなことを語り合いました。で実はですね、びっくりしたんですけども、りょうくんね、私と同い年だったんですよ。見えないですよ。はるか上だと思ってたんですけども、色黒でね。でりょうくんがいろんな「なんでじゃあ歩いてんの?」って、僕はもうお坊さんだからね、修行で歩いてるんだけど「なんで歩いてんの?」って聞いたらね、感動しました。彼は本当はですよ、お遍路っていうのは徳島から入って高知、愛媛、香川で終わるんですね。ところが逆打ちという回り方ありまして、香川、愛媛、高知、徳島っていう回り方もあるんです。で彼は逆打ちで歩いてたんですね。でなんでって聞いたら、僕の大親友が亡くなったんだ、徳島の子なんだ、僕は今これで折り鶴に各霊場でハンコをね印をしてもらって、その折り鶴をそのご両親に届けるために歩いてるんだって言ったんですよね。すごいなと。僕なんかね、行きたくないなと思いながら館長さんに行ってこいと有無を言わさず徳島を出発した身からすると、なんて心の違いなんだと情けなくなりました。ですごいなと思ったのは、逆打ちの彼と順打ちの私がそこで出会うっていうのが、考えすぎなのかもしれないですけども、本当にありがたいな。でしかもたまたま同い年っていうことで、りょうくんと語り明かしました。何が困ったか、無人駅の明かりが12時まで消えないんですよ。これでもう2人とも寝たいのに全然寝れないんですよね、明るすぎて。でいろんなこと話しましてね、話してる途中に警察が来たりして「誰ですか?」とか言われてですね「お遍路ですお遍路です」って言ってそんなこともありながら、でさっきのお寺のね話をしたんです。で私思ったんですね。きっとお寺の人はりょうくんの見た目を見てよう止まらせなかったんだろうなと思って、申し訳ないです。私も止まらせません。あんな人って言ったらいけないんです。りょうくんが来てですよ、止めてくれって言われても、いやちょっとこうとかでしょ。でやっぱり僕は私はお坊さんの格好をしてましたんでね、お寺の人が、信用してそういうことを声をかけてくださったんだろうなと思うんですけども、それをりょうくんに言ったら切ないね、そうな顔してまして、見た目で判断してほしくなかったとか言ってましたけども、でもそれはしょうがないのかなって思うんですね。でもやっぱり見た目で判断しちゃうんですね、我々は。でもせざるを得ないこともあると思います、やっぱり。だけれども実際りょうくんと話したら、ものすごいピュアな心のね、自分がものすごい大変な状況なのに私にねご飯も分けてくれる、それぐらい心のね優しい人だったわけです。でそんなりょうくんとの楽しい出会いもですね、次の日の朝になったらお互い真逆の方向に歩いていかなきゃいけない。で別れる時にですね、また会いたいから連絡先教えてよって言ったんですよ、僕が。そしたらりょうくんはね、いやこれ連絡先を聞かずにまた会うことができたらすごいと思わないって言われたんですよ。なんかまた上を行かれたなと思ったんですけど、なんかすごい恥ずかしくなってですね、もうメモまで出してたのに、恥ずかしくなりまして、そうだなって言って、じゃあ元気でねって言って別れたんですね。で僕ね、この別れがすごく気持ちよかったです。っていうのは、今ってすぐ交換しません？連絡先とか。それ必要だから連絡先交換するんですけども、なんか交換しないからこそ、なんかその時、その一瞬一瞬の出会いをものすごい大切にできていることがあるんだなって
改めて思ったんですよね。で、一期一会っていう言葉あります。これはお茶の世界の言葉ですけれども、もう一生で一回しかこのお客さんにお茶は立てられない、そういう思いで一回きりのこのお茶を誠心誠意立ててあげなさいという教えですよね。で、まさにそうだと思うんですね。で、そのご縁の意味を思うときに、袖触れ合うも多少の縁という言葉もありますし、ましてやですね、兄弟、親族、ね、同僚、友達、そういうご縁ってものすごい確率から出会ってるんですね。そのご縁を大切にしないでどうするんだっていうふうにも思います。いがみ合うんじゃなくて、こんなに奇跡的に出会った我々なんだから、本当にお互いのことを大切に思って、この出会いを育てていく、育んでいくっていうのが、今すごく大切なことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。昔は本当にそのご縁というもののありがたさっていうのを人々は感じてたんじゃないかな。それは神仏の計らいだと考えていたそうですね。これは自分の偶然ではなくて、もう必然で何かの計らいがあって今我々は出会えたんだっていうぐらいに思って出会いを大切にしていた。そして私はお遍路で一番大好きな言葉ですが、出会う人皆があなたにとってのお大師さんだですよという教えがあるんですね。つまりどんな人、自分にとって嫌な人であってもお大師さんなんだよ、そういう思いで出会いを大切にしなさいっていう教えがあります。ですのでこの一期一会の意味をですね、もう一度考えたいなというふうに思いまして、今日このようなお話しさせていただきました。今日もご清聴ありがとうございました。ようまりでございました。ありがとうございます。